どうも、試作です。オープン日の ADA ラボ東京に早速行ってきたので、どんなお店なのかショップツアーをしていこうと思います。見ればきっと行きたくなると思うので、ぜひ最後までご覧ください。ADA ラボはアクアリウムメーカーのアクアデザイン天野が展開するコンセプトショップで、ガラスケースの中で植物を育てるパルダリウムを作ることができるワークショップを体験したり、植物やガラスケース、メンテナンス用品を購入したりできるお店です。今まで東京の銀座、原宿、大阪の梅田、中国の北京にオープンしてきましたが、今年の1月に閉店した銀座店の移転先として満を持してオープンしたのがこの ADA ラボ東京です。ADA ラボ東京は東京駅に直結している百貨店の大丸東京の1階イベントスペースにお店を構えています。入り口から入ってすぐの場所にあるので迷うことはないと思いますし、プラダやルイ・ヴィトンといった有名なブランドが入っているフロアの中でも特に異彩を放っているのですぐにわかると思います。東京駅からだと降りるホームにもよりますが、八重洲口の方に向かって歩いていけば10分程度で着けると思います。店舗全体のスペースとしては原宿店よりは広くて銀座店よりはコンパクト。ただ植物や素材、ツールの品揃えに関しては銀座店と遜色ないレベルで、銀座店では取り扱っていなかった植物も見かけました。大丸東京に入ってすぐのところに2本のウェルカム水槽が展示されています。左側の120センチ水槽は ADA 水系クリエイターの本間さんが制作した水系。流木を使った大胆な構図が印象的で、泳いでいる生態はコンゴテトラ。ADA といえばコンゴテトラなイメージがありますよね。右側の60センチ水槽は ADA 水系クリエイターの内田さんが制作した水系。中央から右側にかけて植えられたピンナティフィダと、それを包み込むように植えられたカラフルな有形層が印象的です。カージナルテトラをはじめとしたカラフルな小型の熱帯魚たちが泳いでいました。入り口には完成品のパルダリウムがたくさん並べられています。すべてレイアウトが違うので見ているだけで楽しいですし、自分で作る際の参考資料にもなりますね。店頭の完成品はそのまま購入することもできます。こちらはガラスポット丸を使ったレイアウト。直径10センチ以下の小型のガラスポットなので、デスク横やお部屋のちょっとしたスペースに気軽に置けちゃいますね。AD ラボ限定のガラスポット角を使ったレイアウトも展示されています。丸よりも高さがあるので上に伸びる植物を植えたり、高低差のあるレイアウトを作ったりできます。ガラスポット、雫を使ったレイアウトも多数展示されています。角と同じくらいの高さがあり、植物を植えるスペースも広く取れるので、いろいろなレイアウトが作れちゃいます。雫型の形も可愛くておしゃれなので、インテリアとして飾ってもいいですね。ドゥーアのネオグラスエアという水槽を使ったレイアウトも充実しています。底の部分に空間が作られているのが特徴的な水槽なので、宙に浮いたような存在感のあるレイアウトが作れます。先日発売されたセルも展示されています。
パルダリウムを作ってみたいけど、初めてだからよくわからないって人でも、展示コーナーの隣にあるブースで定期的にワークショップが行われているので、気軽に始められると思います。ワークショップは予約制となっているので、気になる方は概要欄のリンクから予約してみてください。ショップの中に入ると、中央に植物が展示されたラックのタワーが置かれています。植物は大まかなジャンルに分かれて展示されているので、お目当ての植物が探しやすくなっていますし、そばには展示された植物を使ったレイアウト例も置かれているので、ガラスポットに入れた姿を想像しやすくなっています。入り口正面に設置されているのは、着生蘭が主に展示されているコーナー。着生蘭はたくさんの種類があって、大きさや葉の形、花の形や色が様々あるのが特徴的。3段のガラスケースすべてにぎっしりと着生蘭が並べられています。中にはガラスケースには入らないこんな大型なものも。先日 ADA のジャングルプランツシリーズからリリースされたレパンテス・カロディクティオンも在庫がありました。基本的に土が必要なくて、こんな感じに流木やコルクなどに水苔と一緒に巻きつけて育成できます。価格も3000円前後のものからありますし、中にはあまり湿度が必要ないものもあったりするので、植物を育てるのが初めての人でも比較的始めやすい種類かなと思います。ぜひ店員さんと相談してお気に入りの着生蘭を探してみてください。着生蘭の右側の棚には、これまた数多くの種類があるジュエルオーキッドが展示されています。この植物も蘭の仲間ですが、花よりも主に葉っぱの模様を楽しむ植物とされています。葉の形や色、模様の入り方など、それぞれ個性があるので、展示されているみたいに小さいポットに入れて並べて飾ってもいいですし、ガラスポットのレイアウトの主役として配置する育て方も面白いです。着生蘭の左側の棚にはベゴニアの仲間たちが展示されています。特徴的な葉の形や色から、中型から大型のパルダリウムの主役級の植物としてもよく使われていますね。ADA ラボで展示されている種類は、湿度が高い環境を好むものが多いので、基本的にはガラスポットの中で湿度を保った状態で育成するのがいいですね。その下にはブセファランドラやアヌビアスといった陰性水草や干し草の仲間が展示されていました。ブセやアヌビアスはアクアリウムでもよく使われますが、成長がゆっくりで苔に覆われやすいのが難点。パルダリウムでの育成なら苔の心配がないので、水草そのものをめでたいというのであれば、ガラスポットでの陸上育成の方がいいかもしれませんね。着生蘭の棚の裏にも植物が展示されています。上段にはアリと共生する特性を持つアリ植物などが展示されています。ちょっと変わった植物を育てたいって人はチャレンジしてみてもいいかも。両サイドにはエアプランツやビカクシダなどが吊り下げられていました。ビカクシダにはあまり詳しくないですが、超高級品でした。その下には食虫植物が集められた棚があります。ハエトリソウはまだ入荷されていませんでしたが、定番のウツボカズラの仲間や、名前の通り綺麗な花が咲く虫取りスミレの仲間が展示されています。ウツボカズラも虫取りスミレも、鳴らせばガラスポットに入れずに室内の環境でも育成できますし、お値段もお手頃なものが多いのでおすすめです。ショップの中にはまだまだ植物が展示された棚があります。変わった見た目の植物が集められたケース。
巷ではビカクジタの次にブームが来るとか言われているホヤの仲間も入荷されていました。その下には比較的大きく育つ植物が展示されています。隣には ADA のワビクサやモスロックが並べられています。ADA 公式のショップだけあって種類が豊富ですし、状態もすごく良かったですね。モスマットなどの苔の種類も豊富でしたし、ジャングルプランツも展示されています。もちろん ADA の組織培養、水草の森もいろんな種類が並んでいました。ガラスケースがなくても育てられる観葉植物系もまとめられていました。サンスベリアや開墾植物、多肉植物などなど種類は様々。特に多肉植物はかなりの数が入荷してましたね。マドカズラなど定番ながらも存在感のある大きさの植物もありました。植物だけでなく、レイアウトで使える流木やコルクの在庫も豊富でした。新商品のクムも専用ブースで展示されています。クムはガラスケースや小型水槽で使いやすいように小分けにパックされているレイアウト素材で、石、流木、砂、砂利など全部で24種類あります。価格も1000円台のものが多かったので、お試し品としても手に取りやすい価格設定になっていますね。ちなみに ADA ラボではクムと多肉植物を使ったレイアウトが作れるワークショップを体験できます。梅田のラボでは絶賛開催中で、東京のラボでも4月の26日から体験できるので、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ショップの中には60センチの大型パルダリウムを2本設置されています。制作したのは ADA 推計クリエイターの岩堀さん。パルダリウムの表現の幅広さを表すために2本それぞれコンセプトが異なるようで、こちらは水中をイメージしたパルダリウム、そしてこちらが陸上をイメージしたパルダリウムとのこと。ガラスケースでそれぞれの植物を育成するのもいいですが、こうやって大きなケースでいろんな植物を配置して大胆に育成するのも面白いですよね。今までの ADA ラボと同様に限定アイテムや ADA と DUA の製品も購入できます。ガラスケースやネオグラスエア、キューブガーデンといった水槽から各種液肥、添加剤、ソイルや各種ツールまで基本的なものはラボで揃えることができます。ということで今回は大丸東京に移転オープンした ADA のコンセプトショップADA ラボ東京を紹介しました。気になった方はぜひ一度足を運んでみてください。きっとお気に入りの植物が見つかると思いますよ。それではご視聴ありがとうございました。この後はおまけとして ADA ラボで購入した商品を紹介します。ということで ADA ラボから帰ってきました。購入したものはここに並べてあるもので、まずは定番の液肥、ニュートラル系とアイアンがなくなりそうだったので購入しました。ニュートラル系は時間経過で色素が抜けちゃうので、補充のタイミングで毎回こんな色だっけってなっちゃいますね。次は新商品のクム。
今回は2つ買ってみました。1つはフラットリバーグラベル。大きくても親指サイズ程度の平べったい砂利ですね。15センチ水槽くらいまでならこれ1袋で敷き詰められると思います。pH と硬度に影響を与える可能性があるそうなので注意が必要ですね。もう一つはジャグレストーン。丸みを帯びた形と寒色系の色合いが印象的な石で、ところどころくぼんでいるのが特徴的。拳大よりも二回りくらい小さめのものが4つ入っています。15センチ水槽くらいまでならこれ1袋でレイアウトができそうな気がします。続いては植物、ラケナリア・アロイデスというユリ科の植物。綺麗な花だったので購入しましたが、なんと夏には球根だけになって休眠してしまうとのこと。なかなか面白い植物です。これはホヤ・カーティシーというホヤの仲間。捕服するように成長して活着するのが特徴で、ホヤは和名をサクラランとも言うそうで、ピンク色の可愛い花を咲かせるみたいなので、これからが楽しみです。最後はこちら、ディスキディア・サファ08という植物。花や葉っぱの形が面白かったので買ってみましたが、調べてみるとアリ植物の仲間だそうです。アリ植物というと塊根植物みたいに大きなドーム状になっているイメージでしたが、いろんな種類があるようですね。というわけでおまけコーナーは以上です。これからもこんな感じでアクアリウムや植物について動画投稿していきますので、よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。あと X やインスタもやっていますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。